どうもベルです。今回は、グームスイで、強くなるための、効率的な育成方法について、語っていこうかなと思います。私自身、このゲームを、250日、プレイしてきまして、それなりに、課金もしてきて、いるんですけども、このゲームで、強くなれる要素っていうのは、もう大量にあるので、ぶっちゃけ、まだ伸びしろが、めちゃめちゃあります。ただ、その一方で、じゃあ同じ労力だったり、コストをかけていったとしても、強くなれる幅っていうのは、育てていくものだったり、どのようにプレイしていくかで、圧倒的に変わっていきます。同じだけの時間だったり、お金をかけたのであれば、その分、強くなりたいと思うのは、当然なことですし、このゲームって、あくまで戦うのがメインなので、強くなればなるほど、どんどん戦っていくことができて、このゲームをより楽しんでいくことができます。私自身、かなり効率を考えて、プレイしてきたわけではあるんですけども、その一方で、ここは、やらなくてよかったなっていう部分だったり、私が、バンバン育ててきた時期と、今だと、かなり環境も違うので、そちらも合わせて、今回お伝えできればなと思います。では早速、やっていきたいんですけども、まず、このゲームを始めた時に、一番大きな悩みがあると思います。それでかなり、多くの方が、悩んだんじゃないかなと思うんですけど、始めた、今のサーバーでプレイしていくべきか、それとも、別のサーバーに移動するべきか。この問題ですよね。で、この問題については、私は一つ、結論を持ってまして、もう長くプレイするのであれば、もう絶対に先行サーバーに行くべきです。これなぜかっていうと、今新しくできているサーバーっていうのは、昔からプレイしている強いプレイヤーっていうのも、今簡単に移転できちゃうんですよ。なので、もうプレイ日数がそもそももう違いすぎて、で、その結果、もう相手が強すぎてしまって、全く楽しめない。このようなことが起こってしまいます。また相手がもう強すぎると、餌場にされちゃうだけで、もう全く楽しめませんし、個人的に一番でかいなって思うのが、アリーナですね。こちらの、週末のアリーナなんですけども、このアリーナは、こちらのアリーナショップですね。こちらより、カーボンスチールという、こちらの装備強化をしていくために、必要なアイテムなんですけども、こちらを、アリーナコインで、購入していくことができます。で、こちらなんですけども、カーボンスチールを、どれだけ購入できるかっていうのは、アリーナの順位によって決まります。そしてこのカーボンスチール、購入できる量っていうのが、もうかなり多くて、これ1週間で購入できる量を、じゃあ課金で買おうとすると、1万円分以上になるんですよ。で、それが毎週になるわけなんで、もう1ヶ月とかそういう目で見ると、もう何万円っていうくらいのアイテムが変わってきます。ただ、なかなか新規サーバーだと、上位に入っていくことっていうのは、結構難しくて、カーボンスチールを、入手できずに、その結果、自分自身があまり強くなれずに、またアリーナで上位に入っていくことができなくて、で、カーボンスチールも入手できないっていう、負のループに入ってしまいます。なので、安定している、先行サーバーに行けば、カーボンスチールを購入する権利を、みんなに与えるために、あえて、強い人が、防衛部隊を減らして、順位を譲るっていうことを、やってるところ結構あるので、育ってなくても、このカーボンスチールを、最大限入手できるように、なるのかなと思います。また、先行サーバーの方で、大都市を、取得している同盟に加入することができれば、都市のバフの効果だったり、あとは、大統領の役職のバフの効果ですね。ちょっとこちらの画面から、出そうと思うんですけども、こちらですね。例えばこちらの大都市を、抑えていれば、その同盟のリーダーが、大統領になりますので、その結果、役職を、任命することができますので、その役職を一時的にもらうことで、バフ効果を得ることもできたりします。
あとは、資源タイルも、高レベルのものを収集していくことができますので、その点からもメリットは非常に大きいのかなと思います。あとは、その他にも、後でお伝えする別の要素についても、結構利点は多いので、強くなりたい方は、先行都市に移転していただいて、まずは成長を最優先で考えていただくのがいいんじゃないかなと思います。移籍先の同盟については、結構日本語チャット、そちら見ていくと、募集があったりとか、あと最近始めたんですけど、どっか入れてくださる同盟さんありませんかみたいな感じで、チャットしていただければ、多分、今僕が見てる感じだと、どっかしらは絶対声かけてくれるので、そこは安心していただいていいのかなと思います。あともうこの同盟選びで、アクティブな同盟に入ることができれば、その分恩恵っていうのも非常に大きくて、自分自身の成長に直結すると思いますので、そこも考慮に入れていただくのがいいんじゃないかなと思います。あと今、新規サーバーでプレイするメリットって、先ほど、お見せした、今持って移そうと思うんですけども、こちらの、レベル5の大都市ですね。そちらを最終的に取得するための戦いっていうのを、一番最初だとやっていくんですけども、その戦いができるっていうことは、一つメリットかなと思うんですけど、ただ正直もう既存プレイヤー同士の戦いに今なってしまっているので、それにまずはもう巻き込まれないようにして、いずれ強くなった時に、じゃあ一度、このゲームの、じゃあ本来の最初の戦いである、領地をどんどん広げていって、最終的にはこちらの、大都市を取得するための戦いをしていただくのが良いのかなと思います。では次に、建設研究ですね。ここについてもちょっと見ていこうかなと思うんですけども、まずは建設。で、まずこの建設なんですけど、本当に焦る必要はないです。無課金の方でも、時間かけていけば、全施設25になりますし、課金者の方でも、じゃあこれにお金かけても、結局これって、あくまで建設の速度っていうのを早めていくだけで、最終的にはみんな同じ、レベルになるので。で、そうなると、強さってものには結びついてこないんですよ。なので、この建設に課金していく。建設に課金っていうのは、建設加速の、アイテムだったり、資源の課金だったりですね。そちらについてはもう、お勧めできないのかなと思ってます。あとは、こちらの、建設の加速なんですけども、建設をする際の、加速なんですけども、こちらの、何でも使っていける、万能加速ですね。そちらはもう絶対に、建設には、使わないようにしましょう。建設って、もう本当に時間で解決できるんで、使うのは、こちらの、建設専用の時短アイテム。こちらのみにしていただいて、あとは普通に、時間経過に任せていきましょう。で、先ほどの万能加速については、もう後ほど研究だったり訓練で、もう山ほど使います。建物を全部25にするより、この後の研究の方がもう圧倒的に大変なので、もうそれに備えていただくのがいいんじゃないかなと思います。で、各施設を全部レベル25にしたら、建設時短っていうのは、もう価値はなくなって、一応1ヶ月に1回来る、お宝交換っていう、リサイクルイベントで、リサイクルするためだけのアイテムになってしまうので、この建設時短自体を、しっかり活用していくという観点からも、万能加速を使わないっていうのは非常に重要なところなのかなと思います。またこちらの研究所をレベル25にするために、すべての施設を一つずつ25レベルにしなくてはならないんですけども、おそらく一番の壁っていうのは、こちらの、バトルセンターはこちらですね。バトルセンターと、あとは見張り台ですね。こちらが一番大きな壁になるのかなと思います。でバトルセンターのレベルを上げていくためには、勝利のバッジ。こちらですね。こちらと、見張り台を上げていくためには、こちらの、全勝部隊の道具箱が、必要になるんですけども、
この二つはもうなかなか入手していくのが大変で、必要数もレベル25までの合計で、各2万個ほど合計で必要になります。で、これ一つ、ジェムで買うと、一つにつき10ジェム、するんですけども、じゃあこれ、全部ジェムで買うと、どちらも、じゃあ20万ジェムかかってしまって、合計で40万ジェム、かかってしまいます。ただこれ、さすがに高すぎますよね。課金者の方であっても、なかなかに厳しいと思うんですけども、まず、もう見張り台のレベル上げに必要な全焼部隊の道具箱。全焼基地の道具箱ですね。でもそちらなんですけども、そちらはもうラッセルの救済というイベントで、ゾンビオカルト獲得できる宝箱から集めていきましょう。ラッセルイベントなんですけども、大体、月に1回くらい。最近は減ってきて、1ヶ月から2ヶ月に1回くらいの頻度になってきてしまってはいるんですけども、もうそのイベントで、もう全スタミナ使っていきましょう。で、そこでもう全スタミナの回復アイテムを使っていって、もうゾンビを狩りまくって、宝箱を入手して、その宝箱を開けて、こちらの全焼部隊の道具箱、そちらを集めていく。もうこちらがもう何よりもおすすめです。ちょっと来る頻度的に、ジェムで上げたくなってしまう気持ちも、私もめちゃめちゃわかるんですけども、我慢して、このラッセルイベントの方で集めていった方が、副産物も、結構家族とかも手に入って美味しいので、あとはもう何より、全焼部隊の道具箱に、ジェムを使わなかった分、じゃあその分他のものにジェムを回していけることに、繋がっていきますので、じゃあ自分自身の強化にも繋がって、非常に良いのかなと思います。では次に、勝利のバッジですね。こちらなんですけども、こちらは、ハイブマインドのラリーだったり、あとは同盟ギフトの栄光の宝箱。そちらが基本的な入手ルートになります。で、栄光の宝箱については、ハイブマインドを、もうどれだけ同盟としてやるかどうかによって負ける数が決まってきますので、とにかく、ハイブマインドですね。で、こちらのハイブマインドなんですけども、一つのラリーに、たくさんみんなで乗るよりも、一つのラリーの参加者数っていうのは、もう最低限にしていって、じゃあその分、多くのラリーをかけていった方が、同盟ギフトの数っていうのも、増えていきますし、各参加者が、獲得できる、ダメージによる報酬っていうのも、増えていきますので、なるべく参加よりも、ラリーの補給を、していただくのが良いのかなと思います。で、このハイブマインドを、コツコツやっていって、で最終的には、バトルセンター以外、すべてレベル25に、ほぼですね。ほぼレベル25になって、じゃあ、あとは、研究所をレベル25にするのに、必要なのが、じゃあ、バトルセンターだけっていう風になっていったら、じゃあ、先ほどの勝利のバッジを、ジェムで買っていただいて、レベル上げをしていただくっていうのも、良いのかなと思います。では次に、研究を、見ていきたいんですけども、まずこの研究、資源と加速が、必要となるわけなんですけども、加速と資源、どっちが足りなくなるかですよね。ただここについてはもう明確に、答えは決まってまして、もう圧倒的に加速です。必要日数っていうのが、もう本当に半端なくて、一つレベルを上げるのに、なんか50日とかがもう平気で必要になってきます。じゃあそうなると、加速をどれだけ入手できるのかっていうのも、大切になってくるわけなんですけども、あとは合わせて、研究速度を上げていくっていうのも、非常に重要になります。こちらいろんな方法で速度は上がっていくわけなんですけども、同盟の恩恵である、同盟技術と、移住区ですね。こちらで合計で、最大で35%も上がっていくので、これって結構でかいですよね。あと今こちらには書いてないんですけども、その地域で、そこの大統領が発動できるバフで、さらに10%上がっていったり、あとは、大統領とその役職者が任命できる、
このタイトルですね。そちらでさらに10%上がっていくので、連邦バフとも合わせて、最大で55%も、これもう同盟選び次第で変わってくるので、非常に大きいのかなと思います。で、あとは、この研究ですね。で、研究の、こちらですね。こちらの高等科学。こちらのレベルを上げていくことで、最大で20%、研究速度を上げていくことができます。で、ここってもうどちらにせよ、最終的には、必要不可欠な研究で、早くやればやるだけ、この研究速度アップの恩恵を早く受けれて、自分自身の成長につながっていきますので、最優先でやっていただくのが良いのかなと思います。あと戦闘の項目については、まず、ティア4の、兵隊を解放することが目標となるかなと思うんですけども、その後には、T5 を目指していきましょう。T5 なんで、ここですね。で、T5 解放できれば、戦っていけるようになって、このゲームがもうさらに楽しくなること間違いなしだと思うんで、個人的にはもう T5 解放までは、このゲームぜひプレイしていただきたいなというふうに思ってるんですけども、じゃあその一方で、いやいや課金してないと、T5 解放なんて無理でしょっていうふうに思われている方もいらっしゃるのかなと思います。ただ、無課金であっても、T5 を解放することはもう全然可能です。私今AXE という同盟のリーダーをやってるんですけども、そのメンバーさんの中で、無課金でT5 を解放した方、もう大勢いらっしゃいます。という方も、うちの無課金の方でも、ティールコを将来的に獲得される方、結構いると思ってます。多分半年もしないうちに、何人か、どんどん獲得されていって、もう1年も経てばもうほぼ全員が、ティールを獲得されるかなっていうふうに思ってるんですけども、イベントを毎日やって、アクティブな同盟に参加して、毎日のスタミナ消化。あとは、デイリータスク。そして、旅の商人ですね。こちらでの加速の獲得とかをやっていけば、もう全然いけるんですよね。で、それらだけで、毎日3日分くらいの加速アイテムって手に入るんですよ。ほんとこのゲーム、同じ課金額であっても、ちゃんと効率よくプレイしてるかで、成長速度っていうのは、もう変わってきますので、課金だけじゃなくて、こういうところでも、差をつけていけるのが面白いところなんじゃないかなと思ってます。で、話の方、戻すんですけども、T5 を解放するには、こちらの、軍事医学及び、攻撃戦術、そしてボディアーマー、この3つをレベル10にした上で、各陛下の、研究ですね。各陛下別の強化研究。こちらを、各陛下別に、すべてレベル10にすると、その陛下の、T5 を獲得することができます。例えば歩兵だと、この爆発性の弾薬、そして防護シールド、そして栄養ドリンク。こちらをすべてレベル10にして、先ほどの軍事医学と攻撃戦術とボディアーマー。こちらをすべてレベル10にすることで、歩兵の T5 を解放することができます。で、その後に、T5 をすべて解放して、戦場医学と包囲とクッション繊維。こちらをすべてレベル10にして、経済の最後の研究項目である一般的なトラック。こちらをレベル10に。ただこれ私も勘違いしてたんですけど、この一般的なトラックをレベル10にすればいいだけで、途中のこの大型木材運搬トラックとかは、別にレベル10にしなくても、経済のところとしては OK です。私は全部マックスにしなきゃいけないと思ってて、マックスにしちゃったので、結構後悔してます。で、話を戻しまして、軍事研究の方に戻りまして、先ほどの各陛下別の強化研究。
こちらを、すべて陛下別に、レベル15ですね。そちらにすると、その陛下の、T6 を解放することができます。で、この T6 って、T6 自体が、強いのもそうなんですけども、この T6 を解放するのに、必要な研究で、かなり陛下のバフが上がるんですよね。で、そのおかげで、T6 が、さらに強くなってて、戦場医学と、方位と、クッション繊維。この3つで、じゃあ舞台バフが30%も上がって、で、それに加えて、各陛下のセラスっていうのも、この各陛下別の研究で、30%上がりますので、非常に大きいのかなと思います。なので、もうこの研究を進めるために、じゃあいろんなイベント参加していったり、じゃあ毎日、必ず、じゃあハイブマインドで、スタミナ消化したり、じゃあアクティブな同盟に参加していくことで、じゃあどんどん加速を集めていくことが、もう成長に直結してくるのかなと思います。で、あとは、こちらの、万能加速ですね。こちらは、基本的には、研究にすべて使っていきましょう。T6 解放するまでは、万能加速っていうのは、すべて T6 で OK です。車の T6 っていうのは別に必要ないんですけども、歩兵と騎兵と射撃の、この3兵下の、T6 を解放するまでは、もう万能加速もう全力でどんどん使っていって、T6 を解放していきましょう。ただ、私の別の動画も、ご覧いただいている方は、先ほどの私の発言、ちょっと疑問に思われたこともあるかなと思います。ウェル、なんか250日プレイしてて、戦力も、じゃあ1億2000万あるのに、なんで T6 全部解放してないんだってとこですよね。で、これについては、別に解放できないから、解放しないっていうわけではなくて、これまでも、解放しようと思えば、全然解放できてます。で、ただこれ、なんで解放してないかっていうと、理由は2つありまして、ちょっと特殊すぎる事例なんで、あんまり参考にはならないと思うんですけど、一つ目は、もう戦いまくってるんで、もう兵士足りなくて、兵士が本当に足りなくて、T6 を一種類、射撃なんですけども、解放した後は、もう万能加速を、もうすべて訓練に使ってるからです。そして二つ目っていうのは、現状、もう T6 を解放しなくても、すべて T6 を解放しているプレイヤーと、もう対等以上に渡り合うことが今できているからです。で、今の、一つずつご説明していこうかなと思うんですけども、私の今、兵士の人数っていうのは270万人くらいで、今ちょっと戦闘イベント中ということもあって、だいたい40万人くらいですね。入院してるので、本来の総兵数っていうのは、320万ほど、になるんですけども、毎週の戦闘イベントで、10万人から、多い時は、50万人ほど、兵士が死亡してしまってるんですよね。で、これについては、その他情報から、自分自身の、損失兵資料っていうのは見れるんですけど、合計で今1000万人以上、死亡してますね。で、これは救急ステーションで戻ってきた兵士も含まれるので、実際の損失数としては、数百万人になるんですけども、でもかなりの人数ですよね。で、その分を作り直したり、じゃあ、あとは、なんでこれだけ部隊が必要かっていうと、野戦するときに、今私は、歩兵部隊1部隊と、騎兵と射撃を2部隊ずつの、合計5部隊で戦ってるんですけども、50% の部隊規模拡張アイテムを使うと、今だいたい、部隊規模っていうのが32万人ほどになるので、じゃあ例えば騎兵が90万人いたとしても、シェルターに残ってる人数としては30万人ほどになっちゃうんですよね。でそれに加えて、じゃあ病院に、負傷兵が入ってしまっていて、じゃあなおかつ、じゃあ死亡しちゃって、救急ステーションの方に行ってしまっている兵士もいるわけなので、どんどん戦っていくにつれて、生存している部隊数っていうのは減っていって、最終的には、70万人くらいだと、じゃあ2部隊とも、騎兵を32万ずつ出していくっていうことができなくなってしまいます。
で、それを防ぐために、もう大体300万人くらいは、持っておきたいなっていうのと、あとぶっちゃけ結構戦ってると、これでも部隊足りないっていうことは結構起こるんですよ。なので、ちょっと今後ももっと兵数は増やしていこうかなと思います。でも皆さん、こうは思いませんか？T6 全部解放しなかったら、T6 全部解放している人相手に、勝てないから、なんか別にそんな兵士増やしても仕方なくないっていうところですよね。ただ、私はもう、全部 T6 を解放している人と戦っても、もう大体の人だったら、もう余裕を持って勝つことができてます。もちろん、私より強い人も、いくらでもいると思いますし、勝てない人っていうのも、大勢いるんですけども、逆に、今の環境についてこれてない T6 プレイヤーっていうのも、かなりいます。ただ、これに関してはもう少しいろいろからくりがありまして、私はまず、射撃の T6 を持っているので、5部隊のうち、2部隊については、同じ T6 になってまして、で、この各部隊の、こちらですね、戦場医学とか、方位については終わってるんですよ。なので、そこでバフの差はついてなくて。で、ただその一方、各兵科の研究で、歩兵はそろそろ終わるんですけども、ちょっと騎兵に関してはまだまだですね。ただそこでも、最大でも 15% ほどの差しかついてなくて。で、T5 と T6 っていうのは、ステータスで言うと、だいたい、1.1 倍くらい、差があって、ただ実際に戦った時の強さで言うと、1.3 倍くらい、差があるんですけども、もう今この差っていうのは、装備とパーツ。そして、ヒーローと、スキン。そしてもう最後に何より、もう今最も大事な兵装。もうこれで、ティアの差っていうのは、もう簡単にひっくり返ります。なので、ちょっとこれらについても、ちょっと語っていきたいところではあるんですけども、ちょっと今回は動画の時間の都合で、一旦ここで締めさせてください。一応ちょっと現時点までのまとめとして、カーボンスチールのために、まずは安定した地域のアクティブな同盟でプレイする。そして、アクティブな同盟に参加することで、その恩恵っていうのも大きくて、その研究をしていくのに必要不可欠な加速がたくさん手に入ったり、研究速度を上げていくことができるので、より少ない加速で研究を行えるようになるので、効率よく強くなっていける。あとは、イベントに積極的に参加していただくことで、どんどん報酬を獲得していって、成長につながっていくっていうのと、あとはもう建設については、もう万能加速を使わずに気長にやっていく。そして、見張り台のレベルアップに必要なアイテムは、もうラッセルの救済イベントで、もうスタミナアイテム全部使ってもらって、集めていただいて、で、普段については、毎日、ハイブマインドの方をやっていただいて、勝利のバッジを集めつつ、じゃあ同盟みんなで、ハイブマインドをやっていくことで、同盟ギフトも増えていって、みんなで美味しい思いができる。このようなところなのかなと思います。次回の動画で、装備と、パーツについてと、あとはもう本当、今、地味にめちゃめちゃでかいスキン。ここ本当に、結構なバフが、獲得することができて、あとはもうヒーローですね。このヒーロー、今、じゃあ誰から育成するべきかとか、あとは、始めたてで、今まだ全然ヒーロー育ってないけど、じゃあ真っ先には誰かを覚醒するべきか、それとも全体的に上げていくべきかっていう話だったり、あとはデイリーブースターですね。でそちら購入していくんだったら、誰を獲得していくべきか。そのあたりの話だったり、あともう並走については、私の動画をよくご覧いただいている方については、もうええわっていう、ところではあると思うんですけども、効率よく育てていくためのコツだったりも、いろいろ話していけたらなというふうに思ってますので、次回の動画もご視聴いただけると嬉しいなと思います。では、今回の動画はこのあたりで締めたいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画参考になりましたら、チャンネル登録および概要欄より X のフォローをしていただけるとめちゃめちゃ嬉しいので、ぜひよろしくお願いいたしますというところで、バイバーイ。